こんにちは。作るに夢中、三峰すずです。今回はイベントレポート。3D プリンターのお祭り、ジャパンレプラプフェスティバル2025に行ってきました。3D プリンター愛好家の自作 3D プリンターや制作物、プリンターやフィラメント、3D スキャナーのメーカーなどが勢ぞろいです。レプラプとは、自己複製マシンの概念をベースとして、3D プリンターで 3D プリンターを作るのような 3D プリンターにおける DIY カルチャーの重要なキーワードです。この動画では多数の出展のうちほんの一部を紹介します。イベントは2025年6月14、15日東京流通センターにて開催。私はそのうち15日日曜に行きましたが、9時半会場のところすでに入場待ちの行列ができていました。プリント基板製造でおなじみの JLC-PCB です。 JLC-PCB はプリント基板に加えて 3D プリンティングサービスの JLC3DP、 機械加工の JLC-CNC もあります。今回は作例として自作キーボードが多数展示されていました。キーボードの基板も筐体も JLC-PCB で製造してもらうことができます。3D プリンターのメーカーとして著名なプルーサ、とても大きなマシンを展示していました。こちらは従来からのプルーサ MK4S、 そして目玉のプルーサ XL です。360mm 四方の造形サイズを誇り、しかもなんとツールチェンジャー付き。動作風景は圧巻です。こちらは高速動作が自慢の自作 3D プリンター。テスト印刷でよく使われる 3D ベンチモデルをわずか2分で印刷することができます。工業向けの 200V 動作 AC サーボを使ってパワフルで滑らかな動作を実現。ヘッド部分は水冷式です。ヘッドの軽量化というよりは冷却性能アップのためとのこと。3D ベンチの印刷時間ごとのサンプルが展示されていました。基本的にはゆっくり時間をかけて印刷すれば造形クオリティは上がるのですが、このマシンの場合は7分を超えるともう頭打ちらしいです。まさに高速動作のために設計されたマシン。自作 3D プリンターが並んでいるここはフラクシネスコミュニティ。箱型コア XY 機構を特徴とするコンパクトなマシンが勢ぞろい。コア XY は2つのモーターを強調して動作、 X 軸と Y 軸を器用に移動する機構です。X 軸、Y 軸それぞれに1つのモーターを割り当てるよりも高速動作が可能、小スペースにしやすいなどの特徴があります。フラクシネスの設計を応用したペンプロッターもありました。3D プリンターがフィラメントを3次元空間で吐き出す機械ならば、ペンプロッターはペンを2次元空間で自在に動かす機械です。こちらも高速にイラストを描画していきます。一見するとフラキシネスに見えるこのプリンター、実はものすごい特徴を持っています。コア XY 機構は H 型のガン取りを組むのが定石ですが、なんとこのプリンター、片側のリニアレールを省略しています。リニアレールの代わりに荷重を受けるだけの小さなボールベアリングが取り付けられていて、パーツとして比較的高価なリニアレールの点数を削減したコスト重視の設計です。そこ省略してもいいんだという驚きのマシンですね。実際に試して動かしてしまうのがすごい。大きな 3D ベンチが迎えてくれる神津社では、出展の傍ら何やら組み立て作業が進んでいます。先に紹介した会社プルーサ、その源流ともいえるレプラプマシンプルーサメンデル互換機の復元作業です。 3D プリンティングパーツが劣化していて持ち込んだパーツが使えませんでしたが、そこは 3D プリンターのイベント、周囲の出展者などの協力で新たにパーツが印刷され、部品が新たに揃いました。
会期中に完成まではたどり着きませんでしたが、それでも時間を追うごとに現地でどんどん組み上がっていく 3D プリンターの姿は、まさにレプラプや DIY の象徴ともいえる光景でした。出展物としては、気候模型のオルダムくんや 3D プリンターによる子供向けおもちゃの制作が並んでいました。3D プリンターの特徴を生かしたり、欠点をうまく回避するような設計がうまいと感じました。こちらは PLA フィラメントをワッフルの型で溶かして固めたもの。溶かし方によって表面の質感や模様が変わってくるそうです。FDM の 3D プリンターというと、水平に設置された平面のベッドに下の方から順番に層を積み重ねるのが一般的ですが、上下逆のマシンもあります。このマシンはヘッドが底面にあり、ベッドが上下逆さに設置、ベッドが徐々に上昇していきます。ベッドは上か下かだけでしょうか。いえ、横に垂直に設置することもできます。ボロンという通常の FDM 式 3D プリンターをそのまま横倒しにして印刷しています。モデルを造形する G コードは通常通りのままだそうですが、特に問題なく印刷できています。印刷が終わるとカスタムで挿入した G コードコマンドによりヘッドを使って器用に造形物を引き剥がします。造形物はそのまま下の箱へ落ちていき、ベッドはすっきりと片付きました。言われてみればシンプルに思える工夫でも、造形方向を変えたり連続的な印刷を可能にしたり、新たな世界が開けていきます。ベッドが水平に設置されていない 3D プリンターもあります。ベッドの平面を動かせるようにすることで曲面上での印刷を実現し、積層方向を変化できるようにしてしまうというアイデアです。つまり斜めから印刷ができるようにすることで、オーバーハングをサポート材なしで印刷したり、積層の強度を高めることができます。とはいえ、既存の 3D プリンター向けソフトウェアはもちろん平面での印刷を想定していて、そのままでは使えません。そこで専用ソフトウェアを開発。既存ソフトウェアと組み合わせることで、この機構のための G コードファイルを生成できるようにしています。既存のソフトウェア、既存のマシンに後付けして実現できるというのも面白い点ですね。このイベントでは出展以外にもメーカーチップというコイン状のアイテムが広くやり取りされていました。直径 40mm、厚さ3から 3.5mm という大きさの中に名前、QR コード、NFC チップ、マイコンなど各自が工夫を込めて様々な造形をして交換や頒布がされていました。会場入り口にはこんな大きなボードもあり、来場者が記念に自分のメーカーチップをはめ込んでいっていました。私のメーカーチップはこちら。単色刷りの機材しかないので2層構造です。QR コードの裏側は油性マジックで黒く塗ってから重ね合わせることで QR コードを読み取りやすくしています。3D プリンターのお祭り、ジャパンレプラプフェスティバル2025をレポートしました。この動画では FDM 式 3D プリンター関連を中心に紹介しましたが、光造形式プリンター、3D スキャナー関連の出展もありました。3D プリンターを活用する、楽しむコミュニティの熱気を直に感じたイベントでした。次回の開催が楽しみです。このチャンネルではリアルイベントにも出かけて人々の思いの熱さを感じてその様子を紹介していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。